皆さんこんにちは。竹虎4代目です。全国のお客様から送られてくる竹かご、竹ざる、竹製品をですね、修理をさせていただくことが多くなってるんですが、くるみだとか、山ぶどうだとか、あるいはあけび細工、山の自然素材、そういったものの修理の方も随分と多くなってきました。くるみもね、面白くて、東北の方なんかで主に作られてるんですが、こちらがね、くるみの表皮がついたタイプ。この白っぽいのは全部これ表皮がついたそのままで編み込んでるんですけどね。一方ですね、こちらが肥後幅なんていうのは随分違うんですけれど、くるみの表皮を剥いで、内側の実で作ったカゴになります。表皮のついたタイプ、そして内側の実で編んだタイプ、それぞれですね、持ち手の部分が壊れたということで修理の方をさせていただきました。表皮のついたものにはですね、表皮のついた肥後でしっかりと修理させていただいてます。自然素材そのままの風合いっていうのもいいですしね、好きな方も結構多いんですが、やっぱりその山ぶどうなんかに比べて、ちょっとね、耐久性的には低くなる。木の皮のこの部分がひび割れが入って折れたりすることが多いんですね。表皮を剥いだくるみの内側で編み込んだバッグの方もきれいに持ち手をやり替えて、本体編みとこの持ち手部分、ここに関してはくるみを使うんですけれど、一番この負荷のかかるジョイント部分には山ぶどうを使うよというような職人さんもおられます。そうすると結構ね、耐久性は随分と高くなります。主役に肥後をあてがって編み込んでいくんですが、ちょっとこのカゴは形や作り見てますと、手の若い職人さんの手先のようですね。表皮がついたタイプ。持った感じがちょっと重たい感じがします。表皮を剥いだ内側の実で編んだバッグの軽やかな感じがしますね。実はこちらの山ぶどうもね、表皮を薄く剥いだですね、肥後で作られたバッグなんです。表皮のついた肥後で、こちらに来るとですね、表皮を薄く剥いだ肥後になってます。違いがね、はっきり分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。最近山ぶどうであるとか、くるみのバッグとかっていうのはですね、海外から同じようなものがたくさん輸入されておりますので、これもそういったですね、輸入されたバッグの一つなんですけれど、日本の職人さんがなかなかですね、修理なんかをやりたがらないっていうようなこともあるんですが、とはいえお客様が非常にその愛情を持って使われたっていう風合いのものなので、今回ですね、修理をさせてもらいました。非常にしっかりしてて持ちこたえもいい。使えば使うほどですね、持ち手の部分がますます黒くなって、面白い味に仕上がっていくんじゃないかな。実はこれね、白あけびって言ってですね、割とレアなカゴの一つなんです。これ結構白っぽいんで、東西区だというふうに思われる方もおられるんじゃないかなと思うんですが、普通あけびといったら黒っぽい肥後で編まれているものが多くて、あけびのつるをですね、1日かけて煮込んで、皮を剥いだ後のつるをですね、米の研ぎ汁に2、3日つけておくんですね。で、こういった白っぽい肥後にして編み込む細工なんですが、経年変色でちょっとこう色づいたベージュっぽい色合いにだんだんとこう変わってくるんですが、ちょうど今回ですね、真新しい白あけびの肥後でやった部分と、経年変色した部分っていうのがですね、ちょうどこう見比べられるので、よくお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思うんですが、200年前に編まれたというね、白あけびのカゴを見たことがあるんですけれど、もうそれはですね、何とも言えない光沢が出てですね、いや、驚いたことがあるんですが、白あけび自体が絶対数がなかなか少ないので、修理させていただくチャンスはないんですけれど、初めてご覧になる方ももしかして多いんじゃないかなと思います。一手間、二手間かかったです。特別なあけび細工。こうして見ていくとですね、くるみの表皮のついたタイプ、表皮を剥いだタイプ、あるいは山ぶどう、白あけび。いろんな自然素材のバッグがあるんですが、竹かごと同じようにですね、修理をすれば、この先もですね、5年、10年、20年、大事に使っていただけますので、スペシャルな自分だけの一品に、なったりしますんでね、一段とお使いになるのが楽しくなるんじゃないかなというふうに思ってます。ノーバンブー、ノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。